よいしょ、金子でございます。ということで、今日なんですけども、市場に行きましたら、なんとも魅力的な魚がありましたので、ついつい買ってしまいました。すごいのが、ブリが欲しくなっちゃったな。これブリやばいね。これ何キロですか？10キロで効く？これブリはね、今いいやつかはな、だいぶ油が落ちてきとるんだ。いや、うわ、重たそうだ。ありがとうございます。すみません。これで 12.9。 はあ、だけど今のこんな超えとるブリはないよ。ないな。これちょっとすごいな。綺麗だよ。これもらおうかな。これいくらですか？キロ25。安いな。安いな。ちなみにこっちの方が高い。3000円。なんで？こっちは相対で買って、これ競りで買ったもんで安い。なるほどね。これが相対だったら30する。しますよね。する。安いわ。間違いなくする。掘り出し物見つけちゃいました。こんな下に隠しとったの大将。あ、ダメだよ、下に隠しとっちゃ。こっち売りたいもんさ。そりゃそうだ。だけど金子さんにはこれしか無理だ。いや、ありがとうございます。じゃあすいません、これください。はい、隠れとった。買っちゃった。というわけでこちらに入っております。よいしょ。これです。この中身がですね、よいしょ。ちなみにこのバッグめちゃくちゃいいです。これ保冷バッグなんですけど、市場で大量に買い物するんで、これほんと重宝してる。僕の人生でもなくてはならないものですね。さあ、ということで本日購入しましたお魚がこちらです。天然のブリでございます。でかいね。こんなよ。こんな重て。これがね、12キロですね。とっつぁん下の方にいいブリ隠しとった。もう寒ブリの時期は終わってきて、今から春に向かうにつれて精巣とか卵が大きくなってくるんですよ。で、白子や精巣が大きくなるってことは身の栄養がそっちに行っちゃうんで、身は痩せてきちゃうんですよ。まだそういうブリもうまいんですけどね、さっぱりしてて。ただもう今年寒ブリが食べられるのはこれで最後かなと思いましたので買ってきました。キロ2500円なので12キロで3万円ぐらいです。3万ちょっとで買いましたね。なので簡単に考えると片身1万5000円って感じですね。まあまあいいブリだなと思います。僕はね、ブリはね、キロ1500円超えてきたらかなりクオリティのいいものじゃないと認めない。そして僕いろんな料理作ってきましたけど、僕の周りの人が一番美味しいって言ってくれる料理がブリの照り焼きなんですよ。フライパンで作る。何回かやってるんですけど、それがねすごく好評でして、みんな名古屋の人だからかな、こういう味が好きだからかわかんないんですけど、そんな別に大した作り方はしないんですけど、なんで今日はそのブリの照り焼きを作っていきたいと思います。で、もう一個僕の好きなお野菜もたくさん食べれるちょっと食べ方があるんですよ。今の時期出てきたこの新玉ねぎを使ってね、僕の好きな食べ方があるんで、それもやっていきたいと思います。今日大きなブリでやりますけど、スーパーの養殖のブリの切り身とか養殖の柵でもできますので、ぜひやってみてほしい一品でございます。はい、というわけでまずさばいていきましょう。ちょっと熱いんでやります。すげえんだけど、すごいでしょ。何これ、春。これが、普通の人が見た時の反応です。これで3万円どう？安いと思う。だって2ヶ月前とかそれの一回り二回り小さくて3万円ぐらいだったよ。でしょ。中はやばい。久しぶりにこれを出すか。巨大デバ、めちゃくちゃ重たいです。2キロぐらいあります。これ筋トレできちゃうぐらい重たいやつ。ピッカピカにこの前飛びましたんで、もうすごい切れますよ。こういう大きいデバもね、僕好きだな。このね、3枚におろすまでがね、気合がいるんですよ。ではいきます。まず鱗を外していきます。鮮度がいいのでバッチバチですね。で、いい天然ブリの選び方はこうやって鱗がビシッとついてるもの、そして張りがあってツヤがあるもの、光沢があるものですね。このお尻からなんかこのね、気内汁が出てきてないものですね。内臓がね出てきてないもので、一番分かるのがやっぱ触ってみることですね。触ってみてしっかり硬いものはね、物いいです。ブリ変なの買うとね、血合い真っ黒なんですよね。で、このちゃんとね締め跡があるもの、これはね間違いないですね。もう血が回っちゃってるブリはね、もう最悪なんでね、やっぱある程度取れた段階で処理をしてくれてあるブリがいいですね。その代わりそういうブリは値段がゴンと跳ね上がりますね。だって荒れ狂う海で一本一本漁師さんがこうやって締めてくれてるんですよ。取れる量もすごいと思うんでね、本当に船の上ってね、もうなんて言うんだろう、コーヒーカップの上みたいな感じ。船の上で締めようと思うとすっごい疲れるんですよ。普通の陸で締めるのの10倍ぐらい疲れます。僕もオフショアやるんでよくわかりますけど、なんで線状神経締めとかね、すごいですよ。それは高いわと思いますもん。ようできるなとも思いますしね。本当に漁師さんには感謝です。
でもこれもね、自分で釣りやんなかったら分からなかったことだな。でもそれだけね、やる価値があるんですよ。取れてすぐこの処理はね、大事。これはね、相当良さそうですよ。で、今日はこれ片身しかおろしません。ごめんなさい。ちょっと本当に。もう全部おろしちゃうと食べれないんですよ。これ大事にペーパー変えて、しっかりした温度で保管すれば1週間ぐらい持ちます。骨つけてあればね。骨取っちゃったらもうダメですけどね。ブリは骨取るとね、酸化が早いんで、カンパチとかヒラマサはね、まあ結構耐えるんですけど、ブリは早いですね。ではさばいていきます。まずはヒレを落としちゃいます。まあ、落としても落とさなくてもいいんですけど、僕の中のルーティンでまずはブリはヒレを落とすっていうのがありますんで、腹びれも立てて落とします。こうすると簡単に取れます。そしたらここ顎下ですね、ここに1本入れまして、サクッとよー切れるなーで、立ててここを落とします。ちょっとセンシティブなので一度洗います。はい、そしたらカマから1本入れまして、肛門までいきます。そしたら内臓を取り出します。お、胃袋の中に何か入っている。始まりました。胃袋の中に何入っているのシリーズ。天然魚はこれがあるからやめられない。さあ、ベイトチェックの時間です。何食べてるんだろう。油はね 70% って感じです。こんな感じ。このぐらいの油が好き。うわ、だいぶ溶けとるな。これはマイワシですね。この模様はマイワシが1匹。うわ、これいい。マイワシ美味しそう。この状態はとっても美味しそう。くっせーくっせー全部マイワシ。飛んだ。くっさー。うわー、くっせー。ここが全体的にくっせー。はい、そしたら次は血合いを吐いて取っていきます。まあ、血合いというか血綿ですかね。腎臓に当たる部分ですか。はい、ある程度取れましたら水を流してカリカリカリと。これほんと便利ですよ。よく魚さばかれるからこれ買った方がいいですよ。ブラシアマゾンで500円ぐらいで売ってます。ササラよりね、使い勝手がいい。はい、では片身を下ろしていきます。まずは尻尾の方に1本。大きい出刃だとこうひと立ちでいけるんですよ。シュッって感じでよう切れる。牛刀も下ろしやすいんですけど、このでかい出刃、重みがあるともうね、力がいらないですよね。もう全く力いらずにさばけます。はい、こんな感じ。ちょっとここら辺ミスりましたね。やっぱブリもマグロも中落ちがうめえな。いや、このブリうまい。そんなにね、脂乗ってない。で、血抜きが完璧ですね。美味しいわ。油分 65% ってとこかな。このちょっとマグロっぽい味。そんなブリですね。今中落ち食べたじゃないですか。あれ目つぶって食べさせられたらマグロって答える人結構いると思います。嘘でしょって思うじゃないですか。本当なんですよこれ。マグロみたいなブリもいるんですよ。特にこのぐらいの脂のブリはね、そういうすっきりとした脂のブリいますよ。いやー、でも寒ブリじゃねえな。春ブリになってきてるな。卵もね、このぐらいの大きさありましたから春ブリでしたね。これブリの卵でね、カラスミ作りたいんですよ。あ、ブリセンチュ見っけ。これです。ブリセンチュ、これ食べても大丈夫ですね。ここにもいますね。そう、脂がね少ないブリはね多いんですよ。こうやってそうでも尻尾側、ほらここもう3匹も出てきた。これもそうですよ。これ新鮮。これめっちゃ新鮮。これまで生きてんじゃねえかな。うわ、めっちゃ出てくるわ。でもここにも入ってるんですよね。虫多めでしたね。虫も寄りつくいいブリってことです。これアニサキスの大きいバージョンみたいなんですけど、アニサキスとはまた違うんです。これ何かというと、なんか正式にはフィロメトラっていう寄生虫の仲間みたいですね。でこれ人間には寄生しないので、こいつ別に食べても問題ないんですけど、めっちゃキモいんですよ見た目が。嫌っすよねこれ。これタイとかにあげてみよう。なんか食べそう。誤解っぽいしね。でこいつはね、メスが大きくなるらしいです。メスは10センチ以上の大きさになることがあって、オスはもう小さくて目立ちにくいんですって。なのでこれ多分オスですね。これはメスかもしれません。
なんでこういうのがね入っちゃうかというと、これ入ってるじゃないですか。こいつがブリの体内で卵を産むんですよ。特にこう内臓に移って卵を産むみたいで、その卵を産んだものが幼虫として排出されます、水中に。でその幼虫はオキアミとか小型の甲殻類に寄生するんですって。でその小型の甲殻類をこのブリとかが食べるのでまた寄生するんですって。で成虫はこいつです。こいつはもうこれ以上になりません。もうこのレベルの寄生虫です。こいつは人間に何も害ないタイプの。ちょっと揚げてみよう。いやでもちょっとこのまま揚げるとなんかまた寄生されるの嫌なんで、一回断ち切って殺してから揚げます。これだったらうちのペットに寄生することはないので、もう殺しちゃえばね、こういう風に食べるかどうかっていうのがめちゃくちゃ気になる。いきますよ。いってらっしゃい。はい。さあ食べるか。おっとタイが食べない。フグが行く。フグが食べます。あずきますが食べない。みんな食べないわ。口にも運びませんね。この綿は食べたのにブリセンチュ食べない。フグ食べそうだけどな。行く。これ食べるな。食べた。フグ食べましたね。でも入った。そのたちはブリセンチュ食べません。これは新しい結果じゃないですか。興味深い結果でしたね。そしたら切り身に切っていきます。まずお節と目節を分けちゃいます。よよよよと。そしたら切り身に切っていきます。この角度に合わせて尻尾から切っていく。ちょっと虫が入ってたとこはね気持ち悪いんですけど食べることできます。やっぱりこう尻尾の方は脂薄いですね。大好き。このねブリの切り身切ってる瞬間が一番幸せかもしんない。ここら辺めっちゃうまいです。もう背中のここら辺、これ不思議なもんで、背中のここら辺、このカチッとしたところ、身が締まってるところにはブリセンチュ入ってないんですよ。もうほぼ入ってない。たまにいるんですけど、本当にたまにです。だいたい尻尾の方に入ってますね、ブリセンチュは。切り身が切れました。これ照り焼き用ですね。でお刺身用はこっち切っていきましょうか。お刺身ここいきます。ここもザ・マグロの中トロみたいな感じ。お腹のここうまいです。で今日はこの脂たっぷりのとこいきましょう。お腹はだいたいねこういう風に部位分けされます。尻尾、中トロ、大トロみたいな感じで。春ぶりはねこのね大トロがねうまいんですよね。冬の寒ぶり、脂ブリブリの時はちょっとくどいんでしゃぶしゃぶとかして脂落としたいとこなんですが、春ぶりのこのハラモはね結構さっぱりしてるんでいけちゃうんですよ。気まぐれブラックで皮引いていきます。できるだけ白が残るように。はい、綺麗に引けますね。これ僕の技術じゃないですからね。8割包丁、2割僕って感じ。そしたら1切れ、2切れ、見切れ。はい、今日はここ使っていきたいと思います。で保管用はもうブロックにする。ブロックにする場合は骨付きで関節入れてこうやってやってあげる。よう切れるなほんと。巨大な骨付き切り身みたいにしといて、刺身で食べるんだったら骨外して皮引きゃいいし、切り身で食べるんだったらこのままなんか料理してもいいし、さらに切ってもいいしね。でこれである程度もうちょっとこうやって血合いを掃除してこんな感じにしとけば、あとは冷蔵庫に入れたりだとか氷冷で保存すれば1週間余裕です。そしたらまずはお刺身を作っていきましょう。ブリの刺身は普通にお皿につま乗せて、で大葉かませて、で切っていくと。これがシンプルなブリの刺身ですけど、今の時期は新玉がうまいんですよ。なのでこの新玉で食べたいんですよね。玉ねぎはね血液サラッサラになるみたいですから、実際僕もこの新玉ねぎの時期は毎日玉ねぎスライス食べてます。でこの前健康診断行ったんですけど、どっこも異常ありませんでした。ちょっとお酒を飲んでた時期はね肝臓の数値が引っかかることあったんですけど、最近休肝日も設けてまして、健康には気を使っているのでどこも異常なしでしたね。で玉ねぎをスライス。このスライサーももう寿命だな。これは昭和の時に作られたスライサーです。
おばあちゃんが使ってたやつでね、なんかずっと使ってるんですけど、もうさすがにこれは危ねえな。ここまで来たら無理はしない。もうここまで来たらもうやめます。炒め物にこれあとは使います。はい、これで玉ねぎスライスができたのですが、ここで、栄養が抜けるからこのまま食べるって人と、シャキッとさせたいから冷水につけるっていう人がいますよね。僕はね、これね、冷水にさらします。さらさない時もあるんですけど、ちょっとやっぱ辛みがね、強かったりするし、冷水にさらした方がシャキッとしますんでね。好き好きかなと思います。皆さんはどっち派ですか？玉ねぎはさらす派ですか？さらさない派ですか？で、玉ねぎこれさらしたら必ずこのなんか野菜水切るやつ、これをね使ってほしいんですよね。これを出すのがめんどくさいんで家ではさらさないことが多いんですけど、本当は僕が一番好きなのは冷水にさらしてこれで水気を切った玉ねぎスライスに鰹節とポン酢で食べる。はい、カラッとしました。栄養が程よく抜けた玉ねぎスライスの完成ですね。で、ここにほじそがたくさん余ってますんで、ほじそ入れます。明日から5日間ぐらい動画撮れなくて、ほじそ枯れちゃいますんでね、全部使いましょう。このほじそもね、この花うまいんですよね。しその香りがふわーんとして、これ結構ねうまいんですよ。このオニオンスライスにほじその花入れて食べるのめっちゃ贅沢ですけど、僕撮影で余った時とかねよくやります。ほじそはね、頑張ってやっても、冷蔵庫で1週間ぐらいしか持たないんでね、こうやって和える。綺麗じゃないですか、こう春っぽくてね。そしたらお皿に先ほどのオニオンスライスを一列に並べる。こうですね。はい、そしたらここにブリを切っていきます。薄めに切っていきます。こういう風に並べていきます。で、ここにネギですね。ネギもたくさん刻んでいく。そしたらネギをここに乗っけると。目がしみる。はい、こんな感じで出来上がりました。で、あとはここにポン酢をかければ、ブリの玉ねぎネギポンの完成。今つけた。お次はブリの照り焼き作ります。まずはバットにお塩ですね。これ結構大事です。で、ブリを置いて脱水します。もう魚の切り身を調理する際はこのねひと手間ぜひやってみてください。全然違いますから、特にブリはやってほしい。はい、でこれで5分ほど置いときます。照り焼きのタレを作っちゃいましょう。めっちゃシンプルなんですけどね。まず醤油を大さじ2杯ですね。1、2杯で、お酒も同量大さじ2杯ですね。1。レシピとかによく清酒って書かれてますけど、清酒っていうのは日本酒のことです。日本酒っていうのは米からできてるお酒のことですね。焼酎じゃなくて日本酒を使ってください。で、みりんを大さじ1ですね。これで照りが出ます。みりん大事。照り焼きの照りの素です。で、ここで蜂蜜入れるんですよ。今日はロンガンの蜂蜜入れます。もうどんな蜂蜜でもいいです。自分の好きな蜂蜜結構入れます。僕大さじ1ぐらいいっちゃいます。これで OK です。でもうちょっと甘いのが好きな人は砂糖を入れてもいいんですけど、蜂蜜が相当入ってますんで甘みはね問題ないです。これが照り焼きのタレ。そしたらこれだいぶ汗かいてきましたので、この汗を拭き取る。汗拭き取ったらそこに軽く胡椒を打ちます。塩はさっきの段階で入ってますので胡椒だけ。でこんな感じ。そしたらこの焼き方がポイントなんですよね。フライパンを用意しまして熱します。はい、そしたらフライパンが熱しましたら、そこに何も引かない。これ大事なんですよ。油も何も引かない。ブリの油だけで焼いていく。あんまり強火だと焦げちゃうんで中火ぐらいに戻します。寒ブリだともっと油出るんですけどね、ちょっと春ブリなんで油弱いか。ギリギリだな。これ以上油のないブリはちょっとオリーブオイルとか敷いてもいいかもしれませんね。
油の乗ったブリの自分の油で揚げ焼きにして、出た油は吸い取って焼いていくっていう焼き方なんですよ。この油ですね。でも油出ますね。で、今この半分まで、ここまで火入りました。ちょっと裏見ます。いいですね。こうしっかりとこの焦げ目をつけることが大事。この焦げ目に照り焼きのタレが絡みますんで、絶対この焦げ目が大事。この状態じゃまだ早いです。このぐらい焦げ目つけてほしい。皮目もこうやって軽く焼いていきます。はい、こうやって綺麗に油を吸いながら、焼き目が両面ついたら、ここに先ほど作った照り焼きのタレを入れていくと。で、蓋をせず、ちょっと絡めていく。気泡が大きくなってとろみがつくまでいきます。本当にもう一瞬なんで、ここで焦がしたらもうすべて台無しなんでね。いい感じですね。うわ、うまそう。これなんすよ。結局ね、こういうのが一番うまいんですよ。はい、もうだいぶ気泡が粗いですね。タレももう半分ぐらいになりました。はい、OK、終わり。こんな感じです。そうしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらが寒ぶりかなと思って買ったら春ぶりだったやつの照り焼きと刺身とぶりネギポンです。でもハラミだけ見るともうものすごいですよね。でも冬のぶりとは全く油の質が違います。さらりとしてます。で、ここにポン酢を思いっきりかけます。さーっとポン酢かけましたら、玉ねぎとネギを一緒にこう持って食べるんですよ。いただきます。うまっ、激うま。脂っこいブリがどんだけでもいける。これ今日ブリでやりましたけど、カツオとかでやってもめっちゃうまいですよ。あとツバスとかでやっても美味しいです。痩せたブリでやってもこの食べ方だったら美味しくいただけます。でね、効率がいいんですよ、この食べ方。こう持ってそこの下にあるブリとネギをこう一緒にぐちゃっとやって巻くだけなんですよ。これで口の中運ぶだけなんで、楽なんですよ。野菜もたくさん取れるしね、おすすめです。で、ちょっと今日の新玉ねぎ辛いな。次、ブリ照り。これめちゃくちゃうまいです。まずこのビジュがいいですよね。フライパンで作ったとは思えないビジュアルしてます。めちゃくちゃうまそう。ここら辺いただきます。いただきます。これはうまいわ。外カリ中ジュワ。濃いめの味付けで白米が欲しくなるね。でもこのクオリティのブリだったら目節のお腹の方の身で作った方が美味しかったかも。もうちょっと脂乗ってた方がこの照り焼きはうまいかな。ちょっとパサつきがあるな。ポン酢はね、かけすぎぐらいがいいっすね。やべえ、本当にうまい。これ絶妙なんですよね。ブリの脂と玉ねぎのシャキシャキ感とこのポン酢の酸味がね。僕ブリのこのハラミの刺身は正直3切れぐらい食べたら満足かなって思っちゃいますけど、この食べ方だったらどうだろう、ここからここぐらいまでいけます。このぐらい長さあっても1人で食べれちゃいますね。旬をいただくっていうのは素晴らしいですね。はい、ということで今日はこちらの天然ブリの照り焼きとブリネギポンとお刺身ときましたら、お飲み物こちらやっていきたいと思います。せーの、じゃん、ギノのやつロングバージョンでいきたいと思います。さあ、今日は綺麗に7対3を決めることができるか。この波線のところで止めたら綺麗に7対3が決まるはず。来たよ、綺麗な7対3。これほんと完璧です。いただきます。うめえなこれ。からのですよ、からのうまいな。罪悪感なし。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は市場でたまたま見かけた大きな
ブリ買って食べていましたけども、春ブリでしたね。やっぱり海はもう変わってきてるんですね。春ブリは春ブリでうまいな。ブリ臭さがないというかね、ブリの旨味をより感じれますね。あ、ブリってこんな旨味があるんだっていう風に思えるブリですね。照り焼きはね、本当に美味しいですね。この時期だったら養殖のブリとかで作った方が美味しいかもしれませんね。照り焼きはね、簡単なのでぜひ皆さんやってみてください。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。